今回は20年にわたり、数多くの種類が登場した、ボルシャックについて解説していきます。時を遡ること20年、ボルシャックドラゴンは、2002年5月30日発売の DM1 第1弾に登場しました。切り札勝負の最初の切り札であり今でも絶大な人気を誇ります。その人気さからお菓子や本のおまけなどで、様々なイラストで再録されてきました。ダブルブレイカー、墓地の日のカード1枚につき、パワーがプラス1000される単純な効果ゆえ、ボルメテウスホワイトドラゴンが登場すると、勝負に裏切られてしまいます。ネオボルシャックドラゴンは、2006年4月号の小学館の学年誌の付録として登場。当時小学生だった人は覚えているかもしれませんね。効果はボルシャックドラゴンの強化版といったところ、イラストがネオ感を漂わせていてかっこいいですね。ボルシャックヤマトドラゴンは、2007年発売の DM26 第2弾で初登場しました。ボルシャックドラゴンの転生版で鎧を着用しています。効果はボルシャックドラゴンの完全上位互換で、スピードアタッカーが追加されているのと、ボルメテウス武者ドラゴンの破壊効果の対象を、パワー6000以下から1万2000以下へ強化する、サポート効果も持ち合わせています。ボルシャックヤマトドラゴンといえば最近、クロニクルデッキの発売に合わせて、種族に侍が追加されたのは記憶に新しいです。このカードの登場でツインキャノンワイバーンが、フィニッシャーとして見ることはなくなりました。後に爆竜源氏ダブルクロスに席を取られますが、精霊勇気セイントボルシャックは、初の多色ボルシャックとして構築済みデッキで登場。旧コストでコスト軽減効果を持っていますが、効果が微妙で日の目を見ることはないと思いきや、7年後に登場したゴッドという旧コストを中心としたデッキで、スピードアタッカー持ちの旧コストクリーチャー、という理由だけで採用されることがしばしばありました。ボルシャックネックスはこれまでの、ボルシャックとは違いサポートタイプになっていて、登場時ルピアを1体場に出せる効果になっています。発売前評価は結構微妙でしたが、時代とともに評価を上げていき、最近では、ボルシャックネックスからバルキリールピアにつなげ、そのサーチ効果で時の鳳凰ミラダンテ12に、革命チェンジできるといった、時代を超えて効果が見事に噛み合ったコンボは有名かと思います。ボルシャッククロスネックスは、ボルシャックネックスが変化した姿。誰もコスト4以下のクリーチャーを召喚できない、はやぶさ丸やクロックといった、強力な防御札を封じられる効果を持っています。その反面自分もコスト4以下のクリーチャーを召喚できなくなるため要注意ですね。時空の火炎ボルシャックドラゴンは、ボルシャッククロスネックスが変化した姿。このクリーチャーはサイキッククリーチャーといい、ゲームの初めに超次元ゾーンに置かれ、超次元ボルシャックホールや超次元武者ホールなど、対応する超次元呪文などの手段で場に出ます。効果はボルシャックドラゴンと同じですが、サイキッククリーチャーの進化はもう一つの能力覚醒にあります。勝利の覚醒者ボルシャックメビウスは、時空の火炎ボルシャックドラゴンが覚醒した姿。覚醒とは条件を満たした時カードを裏返す効果です。効果は攻撃するとき自分のシールドを墓地に置くことで、相手のパワー6000以下のクリーチャーを1体破壊できる効果と、各ターン初めてタップされたとき、アンタップできる2回攻撃も狙える効果。攻撃中、墓地にある火のカードの枚数、パワープラス1000される効果があり、ボルシャックドラゴン、ボルメテウス武者ドラゴン、ボルバルザーク自然ドラゴンの歴代ドラゴンの能力を合わせ持っています。それだけではなく、場を離れるとき、コストの小さい面に裏返す解除効果も持っており、除去耐性も持っています。時代は小多編に移りボルシャックの形態も多様化します。激流が IR ボルシャックはこれまでのボルシャックと一変して、派手な効果を持っており、場に出た時、ボルシャックがつく非進化クリーチャーが、出るまで山札を表向きにし出たボルシャックを、場に出した後、表向きにした残りのカードを墓地に送ります。そのため、ボルシャックドラゴンと非常に相性がいいです。ボルシャックスーパーヒーローは全体除去効果が特徴で、パワー3000以下のサイキックではないクリーチャーを全て破壊。その後パワー5000以下のサイキッククリーチャーを全て破壊する。これまた派手な効果を持っており当時厄介だったミルアーマーや、キル、アンタッチャブルのコンビを、まとめて破壊できるのは非常に優秀でした。ただし自分のコッコルピアなどの、
サポートクリーチャーを巻き込んでしまう点には要注意。聖竜ボルシャックウルフェウスは、フルホイールパックで登場した、超聖竜ボルフェウスヘブンがハンターになった姿。進化元が1体になり、進化条件も、文明を問わずドラゴンかコマンドになりました。登場時能力は出せればかなり強力で、光か火の呪文をコスト問わずタダで撃て、インビンジブルフォートレス、ディラのリンクノバ、ギラングレイルなど、勝負の決め手になる呪文を唱えるまでの時間を大幅に短縮できます。聖竜ボルシャックウルフェウスは、最近でも活躍があり、テドダム、ホート契約の計りからボルシャックウルフェウスにつなげ、ディラのリンクノバや、ギラングレイルを唱え、最速4ターンキルを狙うデッキや、同様にバリバリウスから繋いで、一気に決着をつけるデッキも活躍しました。ボルシャックギルクロスネックスは、ボルシャッククロスネックスがエイリアン化した姿。クロスネックスのコスト4以下を召喚できない効果が、誰もサイキッククリーチャーを出せない効果になりましたが、コードネーム、シャーロックやコードキングナンバー9など、競合が多くなかなか注目されないカードでした。熱血竜ボルシャッククロスは、ボルシャックギルクロスネックスの種族が、アーマードドラゴンから、ガイアールコマンドドラゴンになっただけで、効果は据え置きなため、ギルクロスネックスは同様注目されないカードですが、どうしても使うとなればコマンドで差がつきそうです。ボルシャックコロドラゴンは見ての通り、ネタ路線のカードで効果は、自分の墓地にある火のドラゴン1体につき、パワープラス5656とシールドをさらに1枚ブレイクする、効果でコロコロコミックにちなんだ効果で、遊び心満載です。パワーの計算ミスには要注意ですね。ボルシャックはついにドラグハートの領域へ。勝負上はボルシャックは、コスト6の、ドラグハートフォートレスで、2014年12月号のコロコロコミックの付録として登場しました。自分の火のクリーチャーの攻撃中に、自分の墓地の火のカード1枚につき、パワーをプラス1000するボルシャックらしい効果を持っています。難点としては次元流派グレンモルト派の、アタックトリガーくらいでしか出せないところですね。切り札竜ボルシャックマスターズは、勝負上ボルシャックが誘拐した姿。誘拐とは覚醒に似て、条件を満たした時、クリーチャー側に裏返す効果のことです。ボルシャックマスターズの場合自分のターンの初めに墓地に、火のドラゴンがあればなることができます。パワーは25000ととても高く、ワールドブレイカーと、攻撃中、自分の墓地の火のカード1枚につきパワー3000されます。超竜キングボルシャックは進化クリーチャーで、ゴッドゼロによる踏み倒しを持っており、即席で打点を作ることが可能です。条件はボルシャックとつくクリーチャーが、場にいる時で、ホール呪文から、時空の火炎ボルシャックドラゴンを出して、そのまま進化させるのもよし、ボルシャックネックスでボルシャックルピアを出し、キングボルシャックをサーチすれば、カード1枚から進化させることも可能です。能力はトリプルブレイカーのボルシャックドラゴンです。ボルシャックドギラゴンは革命ゼロトリガーを持ちます。革命ゼロトリガーは簡単に説明すると、自分がダイレクトアタックされそうになると、発動できる能力で、ボルシャックドギラゴンの場合、山札を1枚表向きにし、進化条件を満たしていれば、表向きにしたカードを出し、そのまま進化できます。登場時、相手のクリーチャーとバトルすることができ、逆転を狙えます。ボルシャックドラゴンがついにツインパクト化し、仮面にデュエリストチャージャーが追加されました。デュエリストチャージャーは山札の上から3枚を表向きにし、ボルシャックと名の付くカードをすべて手札に加える効果で、自身も加えられるかなり強い効果になっています。またツインパクトであるため、メンデルスゾーンやボルシャックドギラゴンの邪魔にならないのも強い点ですね。ボルシャッククロスネックスもツインパクト化し、仮面にボルシャックサーガが追加されました。ボルシャックサーガは山札の上から6枚を見て、ボルシャックがつくドラゴンを好きな数、場に出す効果を持っており、進化クリーチャーも出すことができるので、ボルシャックウルフェウスを出せば、一気にフィニッシュまで持っていくことも可能に、もちろん上面を出してクロックなどを封じることも、できるようになりますね。ボルシャックライシスネックスは15コストと、重量級ですが、ダブルシンパシーのおかげで、実際に出すコストは少ないことが多くさらに、ボルシャックサーガや、種族にハンターがあり、
覇気の踏み倒し効果も対象です。その他の効果は、ワールドブレイカー、自分のドラゴンすべてにスピードアタッカーを与え、攻撃するとき、山札を1枚表向きにしてドラゴンなら、場に出せる連ドラ要素もあります。ヒーロー感満載のフィニッシャーでとてもかっこいいです。ボルシャックスピードドラゴンは、ボルシャックドラゴンの異なる姿で、名前にある通りスピードアタッカーを搭載していて、さらに、攻撃時のパワー上昇効果も、1000から2000へ上がりました。最近出たカードですが、元がデュエプレのカードなので、現代デュエまでは運微妙。ボルシャックは水文明を取得しさらに強くなりました。ボルシャックサイバー X は、水か火のコスト3以上のドラゴンを対象に革命チェンジできるほか、素出ししてもスピードアタッカーを持っています。登場時に相手のパワーが一番少ないクリーチャーを選ばせ破壊するか、相手のクリーチャーを手札に戻す選択式の効果を持っていて、状況によっては、鬼カマスなどの除去されにくいメタカードを除去できるため、様々なデッキに入りました。ボルシャックドラゴン GS は、ボルシャックドラゴンにガードストライクが追加されたクリーチャーで、ガードストライクはそれを持つカードが、シールドから手札に加えられるときに、相手に見せることで、相手のクリーチャー1体を、そのターン攻撃できなくさせることができます。ボルシャックモモキングは、この時初登場したスター進化を持ち、スター進化とは場を離れるとき、上のカードだけが離れる、進化の様式のことです。能力もボルシャックドラゴンの面影を残しつつ、パワー上昇を活かしたパワードブレイカーや、G ストライクと、攻守ともに優秀な一枚になっています。ボルシャックヤマトモモキングは G ストライクを除いた、ボルシャックモモキングの効果と、攻撃時、山札の上から2枚墓地に置き、その合計コストより少ない相手にクリーチャーを、1体破壊する効果も持っています。種族のレクスターズですが、ボルシャックヤマトモモキングの場合、モモキングがボルシャックヤマトドラゴンの、魂によって変化した姿なので、ボルシャックドラゴン本人ではなくモモキングなので要注意。経緯は違いますがボルシャックドギラゴンもドギラゴン本人です。ボルシャックモモキングネックスは G ストライクを除いた、ボルシャックモモキングの能力と、登場時または攻撃時、山札の上から1枚表向きにし、レクスターズか非クリーチャーであれば場に出す能力で展開力に長けています。ボルシャックネックスがツインパクト化し、スーパースパークを得ました。シールドからめくっても強い性能に仕上がっています。ボルシャック、キリナドラゴンは、まさにキリナの超人のドラゴン版といった能力で、ドラゴンのコストを2軽減し、セイバーで、他のドラゴンの破壊を免れることができます。龍騎戦竜ボルシャックバルガは、19コストと非常に召喚が難しいですが、場にドラゴンが4体いれば G0 で踏み倒せます。登場時、相手のブロッカーを全てに破壊と、攻撃時カードを1枚引き、手札からドラゴンを1体踏み倒せます。場にドラゴンが4体いることが前提ですが、ドラゴンが4体いる時点で勝ってることが多いので、使う場面は少なそうですね。ファンデッキであれば十分面白いと思います。ボルシャックバトクロスは、バトクロスバトルのコマンドがない代わりに、シールドトリガーで出した時のデメリットがありません。パワーが4000なので、墓地に火のカードを貯めて、パワーを上げていきたいところ。ボルシャックスーパーヒーローが、ツインパクト化し、超英雄タイムが追加されました。超英雄タイムは相手の場のコスト3以下の、カードを1枚墓地に送る、カード指定除去なので、クリーチャーはもちろん、D2 フィールド、魂ド、ドラグハートの除去もお手のもので、かゆいところに手が届きやすい仕上がりになりました。ネオボルシャックドラゴンが、ツインパクト化し、ボルシャックゾーンを取得しました。ボルシャックゾーンはレッツゴイチゴと同様、山札から1枚マナに、置く効果ですが、デュエリストチャージャー同様、メンデルスゾーンの邪魔にならない点と、2コストというところが強みです。ボルシャック、デュエルドラゴンの、一番の魅力は展開力でしょうか。場に出た時、相手のクリーチャーを1体、マナゾーンに置き、自分のマナの枚数以下のコストの、ボルシャックとつくドラゴンを踏み倒せるのが強力です。ボルシャックヤマトドラゴンも、ツインパクト化し、ヤマト斬撃剣が追加されました。ヤマト斬撃剣はパワー4000以下のクリーチャーを破壊する、
と思いきや自分のドラゴンがいれば1万2000以下に、対象が増える4コストながら強く仕上がっています。条件達成も栄光ルピアなど軽量ドラゴンも多いので、結構容易なのもいいですね。裏の章パラレルマスターズで登場した、ボルシャック秘伝ドラゴンは、コスト7以上の非化自然のカードが場に出るとき踏み倒すことができ、マッハファイターや攻撃時のマナ加速と、マナ回収と、ボルシャックにしては器用な立ち回りをします。幻冬混成ボルシャックアデブは、ボルシャックドラゴンと創世神の混成ディスペクターです。ディスペクターということもあり、パワー上昇効果は墓地ではなくシールドが、対象なことが風変わりで、登場時に確定除去ができる点や攻撃時、手札補充と盾追加できる点が、従来のボルシャックとは違い、守りに徹した性能になっています。今回は時系列でボルシャックについて解説しました。この動画で紹介したボルシャックはなんと36種類でした。ボルシャックといえばこの間の、超 CS 福岡で優勝していましたね。ここまでご視聴いただき、ありがとうございます。よかったらチャンネル登録や高評価で、応援よろしくお願いします。